ルールを犯してしまいました。さて、漁師正人です。ちょっとね、作業をしながらのオープニングなんですけれども、ちょっと漁の最中なんでご容赦いただきたいと思います。さて今日はですね、渡りガニを取りたいと思います。渡りガニね、全国各地で、取れると思うんです。多分北海道、東北の方でも取れますし、まあ九州でも取れますけれども、この瀬戸内海で、取れる渡りガニが一番うまいです。これは間違いなく言えます。まあということでですね、この漁を今からやっていきたいんですけれども、何度かですね、私の動画でも説明してあるんで、もう省きますけれども、鉄の枠に、網がついてあるだけのこういう漁具です。これをこの船で、ね、漕ぎたいと思います。ということでね、早速もう放り込んでいきましょうか。エンジン止めてたんで今からつけます。メイン入れて、で、スタート。さあ、全身入れて、船を前に進ませて、で、この網をね、放り込んでいきます。全身入れてないと、この網が、まあ、風とか潮とかの影響でね、この船のペラの方向に行く時があるんですね。まあ、よくあります。そういうね、トラブルを未然に防ぐために、必ず全身にギアを入れて、この網を放り込みます。で、全身に入れたら、ああやって、必ず船の後ろ側に網が行くんで、ペラの方向に行くことはないです。そしたらね、網がちゃんとなっていることを確認したら、さあもうあとはね、周り注意しながら、これを放り込んで、まあ大体ですね、2、30分これを漕ぐわけなんですけれども、まあオープニングではね、言わなかったんですけど、この漁ね、12月1日から解禁して今が2週間ぐらい経ちますけれども、マジでですね、全然稼げません。まあもしね、この辺の漁師さんにね、知人いる方がいらしたらね、ぜひ聞いてほしいんですけど、まあ、ほぼほぼいらっしゃらない方が多いと思うんですけれども、まあ本当にですね、この漁、本当に不作の年でして、全然破産もあり得ます。はい。もう本当に、まあ水揚げから経費引いてたら、本当に日当ぐらいしか残らないような、まあそんな状況になってるんですけれども、まあ日当残りゃええやんかっていうね、お言葉もしかしたらあるかもしれませんけど、なかなかですね、まあ個人事業主、ビジネスやってる方はですね、まあ会社経営もそうですけれども、日当だけではいけないんです。はい。まあそのいろんな経費とか、先行投資とかの分も含めて、こう利益を追求していかなきゃいけないので、例えばこれが日当ですよ。粗利でこれが2万円やろうが、3万円やろうが、まあ僕は厳しいと思ってます。はい。で、実際3万円も、今年は出ないかもしれないですね、粗利で。まあ僕のですね、まあ取り方がもしかしたら下手っていうのももしかしたらあるかもしれないですけれども、まあそんなね、個人間の技術の差を言っとってもしょうがないですし、まあ実際この漁何十年もやられてる方に聞いても、本当に今年が一番ダメだと、そういう話聞いてます。まあ長々と話しましたが、私ちょっと破産漁師と言いますか、破産漁師代表でですね、これからこの鉄の枠を漕いでみたいと思います。狙うのはですね、渡りガニを取るんですけれども、この動画のサムネイルタイトル決めてないんですけれども、もしかしたらですね、生物がですね、大量に取れてる可能性があります。というかまあ、多分取れます。で、この量はですね、さっきも言ったように、一般的にはですね、20分から25分漕ぎます。まあ、ただ今回はちょっと撮影ということもありですね、まあ特別な量ですね、ちょっと特別な、いつもと違ったですね、量をしたいので、1時間ほど漕ぎたいと思います。まあ普段はね、1時間ほど漕ぐことなんか絶対にないんで、ぜひ皆さんね、いろんな魚が多分上がってくると思うんで、その辺も何が乗ってくるのか、お楽しみにいただけたらと思います。それでは。だいたい200メートルぐらい出します。OK、これで1時間漕ぎたいと思います。まあ漕ぐルート的にはまあいろいろあるんですけど、まあもうほぼほぼまっすぐ、今回は漕いでいきたいと思います。あんまりねうねうねしても良くないんで、まあうねうねする場合もあるんですけれども、まあ今回は基本的にまっすぐ
左手に見える島の、今いるのが南西側なんですけれども、そこから、南に向かって漕ぐような感じですね。こんなルートで行きたいと思います。で、その1時間ですね、撮影しとってもしょうがないですし、結構ね、爆音なんで、綺麗な映像をお届けできないと思うんで、もう1時間後にですね、飛ばしたいと思います。いや、ほんまにね、1時間こういたことないんで、何が乗ってるか、僕自身も楽しみなんですけれども、おそらく、生物が大量に乗ってるかと思います。その中で、高級渡りガニが奇跡的に取れるのかというところなんですけれども、皆さんね、ぜひ最後まで、ご覧になったらそれわかると思うんで、ぜひご覧ください。さあ、あれから、30分ぐらい経ったんですけれども、これからですね、ついに、ルールを犯します。で、今回はね、その2、30分というですね、ルールを犯したいと思います。なんでですね、2、30分しかやらないのか、ずっとこいとった方がね、それね、獲物もたくさん取れてね、いいじゃないかって思われる方いらっしゃると思うんです。それにはね、理由があって、この漁はですね、海底を漕ぐわけですから、一番考えなきゃいけないのが、海底のゴミです、ゴミ。で、ゴミっていろいろあるんですけれども、皆さんが、思われているような、空き缶だったり、ビニール片、その他様々なですね、僕は、自転車が上がってきたりですね、あと漁具が上がってきたり、なぜか AV のですね、DVD ディスクがね、上がってきたというね、そういうね、事例もあったりもするんですけれども、そういうですね、人間が捨てたゴミともう一つですね、お金になる漁獲物以外の、生き物ですね、そういったものも含めて、全部漁師はゴミって言います。お金にならない生き物も、たくさん取れます。で、要はそのゴミがたくさん乗ってくるから、定期的に20分なり30分なり回収してなきゃ、そのゴミがですね、袋に、網に溜まってですね、もうとんでもなくなります。それはですね、ゴミの多い海域と少ない海域、それぞれ、違うと思うんで、ゴミの少ないようなとこは長く漕いだりもします。ただ長く漕ぐと、そのお金になる魚もですね、傷みやすくなって、品質が下がったり、値段が下がったりするので、その辺を含めてですね、いろんな漁師さん、それぞれお考えあると思うんですけれども、大体この辺の結構ゴミが多いような海域では、2、30分と言われてます。今35分ぐらい経ちました。本当にルールを犯してですね、1時間漕いでみたいと思います。多分ルールを犯したですね、制裁は僕は食らうと思うんで、その辺もぜひお楽しみに。あと30分漕ぎます。さあ、今ちょうど、55分ぐらいかな、漕ぎました。もしかしたら皆さんはね、楽しみな気持ちが結構あると思うんですけれども、当の張本人はですね、楽しみ1割、不安が20割ぐらいあります。どういう計算式やねんっていう話なんですけど、それぐらい不安な気持ちでいっぱいです。さあ、でその1時間はですね、大体、ここに GPS があるんですけれども、でほぼほぼ直線で漕ぎました。でこの海域で本当に、1時間漕いだ漁師は、おそらくいないと思うんで、前代未聞のルールを犯してしまったですね、漁師、その体験も皆さんにしていただきたいと思います。で、この、ネットローラーと言われるですね、この鉄の枠がつながっているものがあるんですけれども、これを回転させて回収したいと思います。ちょっとね、説明するのややこしいんですけれども、簡単に説明しますと、この紐を引っ張ると、この紐はエンジンルームに入ってます。で、エンジンの力を利用して、このローラーを巻きます。なので、エンジンをスローにして、で、右側のローラーのクラッチを入れます。そして、ローラーのね、ブレーキを緩めると同時に、この紐を引っ張ると、こんな感じで巻き取っていきます。で、この作業が本当にですね、危険を伴います。このローラーの操作一つで、命をなくされた漁師さんも本当にたくさんいらっしゃるので、注意を払いながら巻き取っていきたいと思います。皆さんにどれほどの音声が伝わっているかどうかわからないんですけれども、この船はね、結構爆音を伴ってます。なので漁師さん、声が大きい方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、この中でも、もう一人乗組員がいるとしたら、声でコミュニケーションを取らなきゃいけないので、漁師さんの声が大きい理由も、そういったところにあるのかもしれません。で、鉄の枠が近づいてきたら、さらにですね、細心の注意を払います。
はい、上がってきました。まあ、こんな感じで引き上げます。で、まあ、網が2つ見えてると思うんですけれども、まあ、今現状では何がどれだけ入ってるのかなんか、もちろん分かりません。まあ、前代未聞の、ルールを犯した漁獲物をですね、まあ、皆さんに見てもらいたいと思います。まあ、引き上げてみましょうか。さあ、今度はこっちじゃなくてね、こっち側のローラーを使います。なので、右側のクラッチを抜いて、あっち側、左側のを入れます。そうしてこれを引っ張ると、あっち側のみが回ります。で、このロープ長いので、こっちまで持ってきて、左側のローラーとつながってる、このフックを、ここにかけて、これを引っ張ると、こう釣れますね。で、前に行ってですね、まあ、ここややこしいんですけれども、左側を上げながら、右のローラーは伸ばしてあげます。左側は親子ごめんなのでブレーキをします。そしてちょっとニュートラルにして鉄の枠を固定します。はい、これで一件落着といいますか、まあ危険を伴うようなですね、作業は一旦終わりです。で、これからこの漁獲物を上げるんですけれども、まあご覧の通りですね、たくさんのゴミが溜まってます。まあプラスチックゴミですね。こういうものだったりですね。プラスチックゴミ。あとはこういう空き缶。これ誰が捨てんねんと思いますけれどもね。こんなんやめましょうね。はい、そしてですね、まあ今回の主役かもしれません。これはですね、後で説明します。まあ、とりあえずですね、この爪付近のゴミを回収します。さあ、そしたら実際ね、この網を上げていくんですけれども、普段の漁やったら2つついてる網をもう両方、一気にね、同時に引き上げるんですけれども、まあ、ちょっと何がどれぐらい入ってるかわからないんで、今回、まあ1個ずつ上げたいと思います。これで繋がったんで、これを巻き上げます。はい、上がってきました。まあ、もうご覧の通りね、パンパンです、ゴミで。まあ、果たしてこの中にですね、このゴミの中に、今年はですね、本当に渡りガニが本当に不漁なんで、その渡りガニの値段が高騰してます。で、この大量のゴミの中にですね、渡りガニが追ってくれればということなんですけれども、なんかいろいろたくさん入ってますね。とりあえずね、こう生きたものは水槽の中に入れていきます。なんか思ったよりお金になる獲物が取れてるような気がします。まあもう一個ちょっと先上げましょうか。さあこれでようやく全部上がりました。ちょっとねうるさいんでエンジンを止めてですね、まあいろんな魚乗ってると思うんで、これをねまあ選別しながらちょっと渡りガニを探す宝探しゲームといいますか、そういうことをしたいと思います。はい、そしたらねまあこういうエビがたくさん乗ってきます。サルエビっていうエビですね。こういうエビだったり、あとはこっちは赤エビですね。赤エビでコウイカ、こういうのも取れます。でメインターゲットの一つでもありますシタビラメですね。シタビラメ、まあ、こういうわけのわからないカニ付きで上がってきましたけれども、まあこういうのもたくさん取れます。でこれがシタビラメですね。まあ中ぐらいのサイズです。こういう上がってきたばっかりはこういう泥をたくさんつけてます。さあまあいろんなものがね、こういうウニだったり、あとはまあこれもウニですね。これもウニだったり、あとはですねこういう貝、これたくさん乗ります。ミヤコボラっていうですねちょっとぬるぬるっとした貝です。渡りガニが、渡りガニ来い来い。まだ 20% ぐらいしか漁ってないんで、まだまだですね、期待はあります。ただね、本当に、もう今年は絶滅危惧種なんで、いるかどうかわかんないし、その可能性はね、低めなんですけれども、まあ、可能性はゼロではないんでね、漁っていきたいと思います。来い渡りガニ来い
思ったよりお金になる魚はいませんね。今でもシタビラメが10匹いないぐらい、8匹とか、だいたいそれぐらいです。で、こういったね、エビがちょこちょこいるぐらいで。いやー、本当にね、カニも少ないんですけれども、このシタビラメ。まあ、この辺ではね、原チョって言ったりするんですけれども、この、まあ、原チョもですね、めちゃくちゃ今年は少ないです。で、これが、こっちですね。あごち。これちょっとちっちゃいんでリリース。さあ、半分ぐらい終わりました。依然としてですね、まあ、こういったエビとか、こういうコショウダイですね、これは。コショウダイ。まあ、コロダイとか言ったりもするんですけれども、いろんな地方名があると思います。まあ、こういったのもね、あんまりお金にならないんで、逃がします。依然ですね、ワタリガニの姿は見えません。お、来た来たぞ。ワタリガニじゃないですけど、特大原チョ、シタビラメ。これでかいですね。ちょっと泥かぶって汚いかもしれないんですけど、こういうね、特大サイズもたまに上がってきたりなんかもします。山積みになったですね、人手をかき分けながらですね、ワタリガニを捜索していきます。で、これがシャコですね。もうこの辺では本当にめったにいなくなりました。シャコエビ。これ美味しいですよね。ちっちゃいんで逃がしますけれども。あと3分の1程度ですかね。どれぐらいこれカットを入れながらお送りしてるかわかんないんですけれども、体力を、失いかけてます。これ本当はですね、揚げたこういう品はですね、次すぐこれをまた放り込んで、で漕いでる間に、漕いでる最中に、こういったですね選別をいたします。さっき大きいエビがおったな。大きいエビがおったんやけど、おった。これでかいですね。猿エビでも結構でかい感じの。まあ、本来はですね、漕ぎながら選別しますね。これが小菜フグですね。この冬はね、とっても美味しいですよ。さあ、もう全貌が見えてきたんじゃないでしょうか。これはですね、ちょっと破損しちゃってるんですけれども、タイラギガイっていうね、非常に美味しい魚じゃないわ。貝も取れたりします。ということで、もう最後にたどり着いたと思います。最後のですね、この原チョ、シタビラメを拾って、このルール違反の漁は終了したいと思います。まあ、ルール違反を犯すとですね、このようにとんでもない量のゴミが上がってきました。最初に言ったように、やっぱりこういうお金になる魚より、ゴミの量が多いです。まあ、今年はね、不作の年なんで余計こういった現象っていうのもありますし、多いな。めっちゃ多いな。これ皆さん絵的に伝わってますかね、この人手の量。私はこの人手に埋もれてます。まあ、不作の年なんでこうやって人手が多いっていうのもありますし、あと、ルールを犯してね、漕いでしまった分、余計にこういう漁獲物が少なくて、こういうゴミが、上がってくるというね、ゴミの割合が多くなってくるという、こういう現象があります。ということで、今回は、ノーワタリガニでフィニッシュです。